その日、人類は再び未知に手を伸ばしていた。世界海洋科学機構が主導する史上最大規模の深海調査計画。目的は、マリアナ海溝のさらに奥、理論上しか存在しないとされたシャドウゾーンの探索だった。我々が登場したのは、最新鋭の有人深海潜航艇、アビス1。全長18メートル、30耐圧構造、極限の水圧にも耐える特殊合金ボディを持つ人類が生んだ深海への鍵だ。操縦席に座るのは、元海軍のベテラン、グラント大尉。横には海洋生物学の第一人者リナ博士。そして記録係のジョン。期待と不安の入り混じる船内で、静かにカウントダウンが始まった。潜航開始。アビス1は、まるで宇宙船のように、静かに海中へ沈んでいった。やがて、太陽光すら届かない漆黒の領域へ。ライトが照らす先には、見たこともない無数の生物たち。発光クラゲ、巨大なチューブワーム、動きの遅い奇妙な甲殻類、どれも我々の常識を超えていた。だが、本当の未知は、ここからだった。午前3時12分。ソナーが異常な反応を示す。それは巨大で、ゆっくりと移動する影。しかも、こちらに向かってきていた。クジラにしては大きすぎる。グラントがそうつぶやいた瞬間、アビス1がゴーンと大きく揺れた。だが、ぶつかったのは岩ではない。確実に何か生きているものだった。直後、外部カメラがそれを捉えた。モニターに映し出されたのは、ありえないほど巨大な口。何層にも連なる歯列、硬質な鱗、そして鋭く光る目。まさかメガロドン？リナ博士の声が震えた。信じがたい光景だった。何百万年も前に絶滅したはずの史上最大の捕食者。だが、そこに確かに存在していた。深海の静寂を切り裂くように、その巨体は泳ぎ去っていった。急いで浮上を試みるも、通信系がノイズに飲まれ、制御パネルには一時的なブラックアウト。その時、深海の中で低く重い何かの方向のような振動がアビス1を包んだ。まるで、この領域そのものが目覚めたかのようだった。そして、我々は知ることになる。この星の深海には、未だ人類が触れてはならない古代の王が眠っているということを。アビス1が深海から引き上げられたのは48時間後のことだった。記録装置は損傷していたが、なんとか救出された映像データが一部復元された。その中には、あの巨影がはっきりと映っていた。ミーティングルームに集められた研究員たちが無言で映像を見つめる。スクリーンに映るのは、闇の中からぬっと現れる巨大な口。並ぶ鋭利な歯は、どれも人間の身長を優に超えるサイズだった。そしてその輪郭。あれは、誰がどう見ても、かつて存在したとされるメガロドン。これは偶然の構造物か、あるいは深海の幻覚ではないか。と、一人の古生物学者が疑念を口にした。だが、リナ博士ははっきりと首を振った。違うわ。これは生きている。見たのよ。私たちは、あれは本物だった。だが、学会は冷たかった。メガロドンは300万年前に絶滅した生物だ。仮に生きていたとしても、食物連鎖的に成立しない。深海にそんな巨大生物が生息できるはずがない。まるで、都合の悪い現実には目を閉じようとするかのように。そんな矢先、別の場所で新たな事件が起きた。南太平洋を航行していた貨物船セントロメア号が突如、航行不能に。救難信号の最後には、震える声の記録が残っていた。でっかい何かが船をしたから。救助隊が現場に到着した時、船体は無残に引き裂かれていた。鋼鉄の船底に巨大な歯型のような痕跡。
しかもそれは、アビス1の映像に映った葉と一致する大きさだった。そして次第に、世界各地の海で似たような巨大生物の目撃情報が相次いで報告され始める。目撃者たちは口々にこう言った。それはサメだったでも比べ物にならないほど大きかった。リナ博士はつぶやく。奴は眠っていた。でも、目覚めたのよ。そしてこれは、始まりに過ぎない。そう、我々は、ついに存在しないはずの生物の復活を目の当たりにしたのだった。それは、人類の傲慢が引き寄せた深海の封印の崩壊だった。それは、噂でも憶測でもなかった。古代の巨大生物メガロドンは、本当に存在していた。そして今、世界中の海でその影が、現実のものとして姿を見せ始めていた。だが、なぜ今になって姿を現したのか。なぜ、絶滅したはずの存在が、再び海に現れたのか。調査チームが動き出す中、ある匿名の告発文書が内部リークされた。送り主はオペレーションカイメラとだけ名乗っていた。その中には、機密指定された、ある軍事記録の存在が記されていた。冷戦時代、アメリカとソ連が競い合う中、深海における核実験が秘密裏に行われていたこと。そして、マリアナ海溝よりさらに深い層、通称シャドウゾーンの近くに、不可逆な破壊が加えられていたということ。深海の封印が、壊されたそれが、告発文書の核心だった。リナ博士は震える手でページをめくりながら言った。自然に目覚めたんじゃない。私たち人間が無理に開けてしまったのよ。深海という棺を。その頃、米軍はすでに動いていた。特殊潜水ドローン部隊が太平洋各地の深層海域で巨大生物の行動パターンを収集していたのだ。そして彼らは知っていた。メガロドンは単独で動いていない。回収されたドローン映像には複数の巨大な影。中には全長30メートルを超える個体や体表に傷跡のある老体のようなものもいた。それは一つの可能性を浮かび上がらせる。群れで行動している？リナ博士が呆然とつぶやく。この瞬間、我々は初めて理解したのだ。かつて、海の覇者として君臨していた。メガロドンは、ただの生き残りなどではなかった。それは、長い時を超えて今も進化し続けていた生態系そのものだったのだ。このままでは彼らが海を取り戻す。人間はただの侵略者として見なされているのかもしれない。グラント大尉は静かにそう言った。海は今、かつてない脅威に包まれていた。深海の底で何が始まっているのか。そして、地上の人類はそれにどう立ち向かうのか。答えはまだ、深く、暗く、冷たい海の底に沈んだままだった。最初の悲鳴は、何の前触れもなく海から聞こえた。それは平和な観光地として知られる、インド洋の小さな島リゾートでの出来事だった。快晴の空、穏やかな海、笑い声。そこに突然、巨大な背びれが海面を切り裂いた。見て、サメよ。誰かが叫んだ。でもすぐに、その声は悲鳴に変わる。それはサメではなかった。明らかに常識を超えたサイズ、波打ち際まで届くほどの、そして跳ね上がる水柱。一瞬にして、パラソルと人の影が飲み込まれた。監視カメラには、数秒だけあの影が映っていた。大きな口、異様に膨らんだ胴体、そして、目を見張るほどの巨体。メガロドンが上がってきた。リナ博士は、呆然と映像を見つめていた。これまで海の奥底の脅威だった存在が、ついに人間の暮らす海域へと姿を現したのだ。リゾート地は数時間で完全封鎖されたが、その間に失われた命は100人を超えた。空撮映像に映るのは、赤く染まった海と、破壊された桟橋。まるでそこだけ、別の時代に飲み込まれたようだった。
各国の政府は一斉に警戒レベルを引き上げ、海軍を出動させた。世界中の海岸が封鎖され、船舶は厳重な監視下に置かれる。メディアは混乱を拡散し、SNS には第二の恐竜が蘇ったと恐怖の声が溢れた。だが、何よりも恐ろしかったのは、その巨大生物が人間に興味を持っているように見えたことだ。ただの捕食行動ではない。こちらを観察しているような動きがある。海洋モーション解析の AI は行動パターンに規則性を示した。それは狩りではなく、探査行動。まるで、かつて支配していた領域を確認しているかのように。これは縄張りの再確認なのかもしれない。そうリナ博士が言ったとき、グラント大尉がつぶやいた。つまり我々は侵入者ってわけだ。こうして、メガロドンは神話や伝説ではなく、現実の脅威として人類の前に立ちはだかった。海はもはや安全な遊び場ではなく、未知の王が目覚めた領土になったのだ。だが、人類はまだ気づいていなかった。これは序章に過ぎないことを。そして次に海から現れるのはメガロドンだけとは限らないということに、人類はついに決断した。これ以上、メガロドンの出現を偶然や自然現象として片付けるわけにはいかなかった。各国の首脳が緊急に協議し、国際共同作戦として深海捕獲計画が発動される。作戦名はトリトンフェーズ0。舞台は南太平洋。過去2週間の目撃情報とソナー記録が示す巨大個体の対流海域。そこへ派遣されたのは最新鋭の軍事艦隊と特別装備を積んだ深海ドローン。そして、その中央に立つのが退役していた深海潜航艇アビス1のパイロット、グラント大尉だった。メガロドンを生け捕りにする。できなければ沈める。それが作戦の全容。だが、その難しさを誰よりも理解していたのは現場の者たちだった。捕獲には特殊な音波誘導装置と超高強度の海中ケージを使用。しかし相手は30メートルを超える巨体。知性すら疑われる行動パターンを持ち、軍艦すら沈める怪物だ。作戦開始から48時間後、ついにソナーがその影を捉えた。巨大な存在がゆっくりと艦隊に向かって近づいてくる。ターゲット接近。距離2キロ。緊張が走る環境。だが次の瞬間、艦隊を襲ったのは想像を絶する沈黙だった。海面が盛り上がり、船の影が一瞬消える。次に見えたのは空中に放り出された小型偵察艇と、それを真っ二つに噛み砕く黒い影。やめろ、下がれ。グラントの叫びも虚しく、先頭の護衛艦が瞬時に沈んだ。捕まえられる相手ではなかった。奴は音波にも罠にも反応しない。むしろこちらの戦術を学習しているかのような動きすらあった。艦隊はわずか数時間で半数が行動不能に追い込まれ、作戦は緊急中止。生存者の中には海面に浮かぶ巨大な目を見た者もいたという。それはまるで人間の目をじっと見返すかのようだったと。作戦失敗の方が世界に伝えられると、人々は初めて理解した。これは狩りではない。我々が狩られているのだと。リナ博士は報告書にこう記した。メガロドンは我々の予測の外にいる。知性を持たぬ捕食者のはずが、こちらの動きを見て学び対応している。彼らは生存していたのではない。進化していたのだ。そして深海に沈む艦隊の残骸のそばを影が滑るように通り過ぎていく。捕獲作戦の失敗からわずか3日後、世界は再び新たな恐怖に包まれることになる。それはアイスランド沖に浮かぶ小さな漁村で起きた。夜明け前の静けさの中、港の漁船が一斉に GPS を失い、通信不能に陥った。直後、
沖合の監視カメラが映し出したのは、海面を滑るように移動する複数の巨大な影。一体じゃない。解析班が数値を出した時、全員が息を飲んだ。4体。少なくとも4つの個体が互いに連携を取るように移動していた。それはもはや孤立した古代生物の生存ではなかった。彼らは群れで動き、生態系として機能している。さらに驚くべきことに、各個体には明確なサイズの違い、皮膚の質感、泳ぎ方のパターンがあり、年齢層のようなものが存在する可能性が示唆された。これは種として残っていた一つの文明と呼べるほどの進化を深海で続けていたのよ。リナ博士の言葉は震えていた。すぐさま国連はレベル7の海洋グローバル危機を発令。世界各国が連携し、海上都市、沿岸インフラ、原子力施設など、あらゆる海に面する拠点が緊急警備態勢に入った。だが、それでも遅すぎた。インド洋ではメガフロート型発電施設が沈み、北大西洋では潜水艦1隻が行方不明。海底ケーブル網の破壊が発生し、全世界でネットワークが断続的に遮断され始める。彼らはただ暴れているのではない。人類の海上支配構造そのものを崩している。グラント大尉が冷静に分析する。一方で、アビス1の記録映像を改めて調べていた AI 技術班が新たな解析結果を提出した。彼らは音を使って連携している可能性があります。超低周波のパターンが一致している。それはまるで言語に近い鳴き声のようだった。群れをなし、学習し、連携する。もはや彼らはただの古代生物ではない。これは新たな知的捕食者の出現だ。この事実は世界に衝撃を与えた。深海は恐怖の源ではなく新たな王国となったのかもしれない。そしてその夜、赤道直下の観測施設が未確認の巨大生物反応をキャッチする。これまでの個体よりもさらに巨大な何かがゆっくりと海底から浮上してくる。これは別種か。研究員の声が震える。その正体はまだわからない。ただ一つ言えるのは、メガロドンだけが敵ではないということ。第2の影は、静かに、しかし確実に世界を覆い始めていた。人類は最後の選択を迫られていた。これまでの対処は全て無意味だった。メガロドンたちは群れをなし、学習し、通信し、そして進化している。このまま放置すれば数年で人類の沿岸インフラは壊滅する。それは文明の崩壊を意味していた。国連安全保障理事会は異例の即日決議で最終作戦を可決した。コードネームはオペレーションネネシス。標的はマリアナ海溝下層の巣と推定される深海空間。そこを閉じる。方法は一つ。戦術核の投入による地層崩落。グラント大尉とリナ博士は反対した。海そのものを壊すつもりか。そこに他の命がいたら？だが、もう議論の時間は終わっていた。作戦は強行される。投入されるのはアビス1の強化型アビス2。それに登場するのはかつて地獄をくぐった3人。グラント、リナ、そして新たに加わった若き兵器技術者のアラン。もしもの時はこの手で終わらせる。グラントの瞳には迷いはなかった。潜航開始。深海13000メートルへかつて到達したことのない深さへと進むアビス2。その中で彼らは見た。静かに手歌う影たち。目を光らせ何かを守るように動く巨大な個体。そしてその周囲にいたのは複数の幼体と思われるメガロドンたち。これは出産後の保護行動？リナ博士の声が震える。奴らは生き延びるためではない。種としての繁栄と拡散のために海面へ浮上してきたのだ。それは生存でも侵略でもなかった。単なる
間だった。作戦のリミットは刻一刻と迫る。核弾頭を装填し、発射準備に入るアラン。だが、直後、通信回線に強い干渉ノイズが走る。来るぞ。突如、アビス2の周囲に現れる3体の生体メガロドン。包囲し、暴行し、突撃してくる。回避不能、船体損傷。グラントは小型潜水艇に乗り込んだ。作戦を継続する。俺が引きつける。アラン、リナ、核を持って先へ。それが彼の最後の声だった。アビス2から切り離されたグラントの搭乗艇は巨大な影へ突進し、そのまま沈んでいった。残された2人は涙を流しながら最後の手順を完了した。核弾頭起動、カウントダウン開始。リナがつぶやいた。ごめんなさい。でもこれが私たちの限界だった。そして光が深海を裂いた。海が揺れた。地層が崩れた。影がすべて消えた。静まり返る海面。果たしてそれが勝利だったのか、誰にもわからなかった。作戦は成功した。核爆発によって深海の巣は崩落し、地層は閉じ、メガロドンたちの影は音もなく消えた。生還したのはリナ博士とアランだけ。グラント大尉は戻らなかった。世界中の海は静まり返っていた。航行禁止令は解除され、海軍はゆっくりと通常任務に復帰し始めた。テレビには勝利の2文字が踊り、SNS には英雄を称える言葉が溢れた。だが、心の中には拭えない疑問が残っていた。本当に終わったのか。リナ博士は作戦後の数週間、深海音響データの解析に没頭していた。アビス2のブラックボックスには奇妙な音が残されていたのだ。これはあの時の鳴き声じゃない。周波数、リズム、構成、それは明らかに言語のようなパターンを持っていた。まるで警告のように。彼らは最後に何かを伝えようとしていた。私たちに。誰もその意味を理解できない。だが、確かに聞こえた声は今も深海のノイズに混じっている。一方、アランは世界各国の海洋モニターに異常なパターンが散見されることに気づいていた。世界の5カ所、極地の深海で水温と圧力の急激な変化。それはメガロドンが住みしていた空間の特徴と一致していた。まさかあれが唯一の巣じゃなかった。アランは背筋が凍るのを感じた。あのマリアナの巣はたった一つの拠点に過ぎなかったのではないか。世界にはまだ知られていない深海の王国が複数存在する。その可能性だとすれば、あの作戦は始まりを止めただけで、本当の脅威はこれから現れるのかもしれない。そして、ある日、南極沖の観測ドローンが久しぶりにそれを捉えた。巨大な背びれ、異常に発達した尾。一瞬だけカメラに映ったそのシルエットはかつてのメガロドンよりもはるかに大きかった。その映像は公式には記録されていない。だが、リナ博士のもとに匿名で送られてきた添えられたメッセージはたった一言。これは目覚めに過ぎない。海は沈黙を保っている。だがその静けさは嵐の前のものかもしれない。人類が深海に触れた代償はまだ終わってなどいなかった。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。